こんにちは、こたつ豆ニュースのお時間なのだ。今回は羽田衝突事故関連のこれらの項目を一気に解説していくのだ。今、テレビやネットでは羽田衝突事故の原因解明についての話題が多いのですが、実際の飛行機の運航に関して間違いや思い込み、実情とは異なったことを前提にして話をしている方がたくさんいらっしゃいます。YouTube にある報道機関のニュースのコメント欄でも、そういった誤った前提をもとにコメントを書いている人が多いので、今回はそういったコメントから目についたものについて、パイロットの視点から解説していきます。内容は今回の事故を前提にしていますが、各解説の中身は一般的な航空知識です。管制用語は英語ではない。管制官とパイロットは英語で喋っていると思っている人がほとんどだと思いますが、これは英語ではありません。英語をベースとした定型文です。航空機の動きは決まった動きをしており、その動きを指示したりするために定型文を使って更新しています。英語ネイティブのアメリカ人でも飛行機操縦の訓練を始めた頃はこの管制用語というものに戸惑います。残念ながら日本の管制官やパイロットで英会話ができる方は少ないです。YouTube 上には英語ができずに外国人パイロットから苦情を言われている日本の管制官の動画がたくさんあります。国土交通省が発表した当時の無線でのやり取りでは、それを日本語にしたものが発表されていますが、その日本語をそのまま読んで理解しようとすると変な解釈をしてしまうことになります。この日本語は管制用語を知っている人であれば必ず一つの定型文に戻せるのですが、それができない方はこの日本語の情報から自己分析をするべきではありません。無線で情報をつけすぎてはいけない。事故を防ぐためにもっと他の機体の動き、例えば着陸機がいるなどの情報を伝えるべきではないかという意見が多くあります。余裕がある時にはそうすることもあるのですが、多すぎてしまうと伝えられる情報量が多くなりすぎて、聞き取れないだけでなく、全体の会話量も多くなります。基本的に一度に送る指示は3つの情報までが望ましいとされており、実際にそれ以上だと聞き返すことが多くなります。慣れていないと3つでも難しいです。無線は同じ周波数内では2人以上が同時に話をすると混信してしまい伝わりません。実際の現場では混信により無線がつながらないことも多く、できるだけ簡潔な通信が求められます。ナンバーワンの意味。事故では無線のナンバーワンという言葉に注目が集まりました。一般的にナンバーワン、ナンバーツーといった言葉は管制官からの指示ではありませんので、これによってパイロットが飛行機を動かしたりなど何らかの動きをすることはありませんし、してはいけません。これは参考情報を管制官が教えてくれたものです。例えば、離陸のために滑走路に近づいている機体が2機いる場合などに、どちらを先に離陸させる予定ですよ、という参考になる情報を教えてくれています。これによって、パイロットはどっちが先なんだろうという疑問を解消し、次の動きを予定することができます。サンキューという返信の意味。ただのお礼です。何らかの情報を教えてもらった時などに使えます。特別な意味は一切ないですし、深読みするものでもないです。空港周辺の無線周波数について、管制官と航空機は無線で通信を行いますが、通信を行うには送信側と受信側の無線機の周波数を同じものに合わせます。離着陸する飛行機の場合、簡単に言うとタワーとグラウンドの2つの周波数が使われています。タワーは滑走路に入る前から離陸するまでと、着陸する前から着陸して滑走路から出るまでの範囲で使われています。グラウンドは地上を走っている飛行機に対して使われます。通常、使用するのはどちらか一つの周波数です。ですので、地上を走っている飛行機では離着陸中の飛行機の無線は聞いていません。安全確保のため、2つの無線機を使って両方を聞くことも可能ですが、2つの無線が同時になって自分宛ての送信を聞き取れなくなり、逆に危険になってしまう可能性があるため、そういったことはしません。ホールディングポイントについても伝える必要はない。タクシートホールディングポイントは、ホールディングポイントまで進んでくださいという指示ですが、
着いたら管制官に着いたことを報告しなければならないと思っている方が多いようです。これは伝えなければならないというようなルールはありません。伝えても構いませんが、伝えるようにしたところでご侵入は防ぐことはできません。停止戦闘、ストップバーの意味。停止戦闘という信号機のような機能が一部の空港には導入されています。滑走路という道路の境目の路面に赤いライトを設置したものです。この機能の主な目的は、視界が悪い状況の時に、誘導路と滑走路の境目が分かりにくくなるため、誤って滑走路に進入してしまうことを防ぐためです。ストップバーは一部の空港にしか設置されておらず、なくても通常の空港の運用には支障ありません。ストップバーが赤く光って停止を示していた場合、必ず停止しなければなりませんが、光っていない、あるいは使用されていない場合であっても勝手に滑走路に進入してはいけません。必ず管制官の許可が必要です。車の信号のような青色信号にはなりません。また、ストップバーの例のように、空港の一部の機能が整備中などで使えないことはよくあることです。パイロットでも間違えるのか？パイロットは毎日間違いを犯します。パイロットというものを誤解している人が多いのですが、本当に普通の人たちです。日本では職業パイロットの大半は高卒です。これは学歴がどうこうというわけではなく、皆さんが思っているような高学歴な人ばかりというイメージとは全然違うということです。また、今では機械やシステムが高性能化され航空機による事故はかなり減りました。そして残ったのは人間の犯すミスによる事故、ヒューマンエラーです。人間が人間である以上、ミスをなくすことはできません。間違えて滑走路に進入してしまうことはある。滑走路のご侵入はパイロットなら誰でも自分もやってしまうかもしれないと心配するありきたりなミスで、誰かがそうなってしまったとしてもそんなミスが起こるはずがないと考えるパイロットは一人もいません。実際に滑走路へのご侵入は頻繁に起きています。ご侵入だけが起きたのであれば、他の機体や管制官によってそれが回避されて事故は起こりませんが、ご侵入に加えてそれの見落としが重なれば事故は起きます。システム化、機械化を進めて事故を減らす。実際にどんどんシステム化が進んでいます。しかし、旅客機のような高性能なものだけを完全システム化してしまうと、個人が使うシンプルな小型飛行機や地方の空港が対応できません。航空機の運用はこれら大小の航空機が入り混じった環境で行われるので、できるだけシンプルでみんなが対応できるものである必要があります。現状では完璧ではないものの広く使われている VHF 無線機が最もシンプルかつ確実な手段なのではないかと思います。AI を導入したら、現在利用が広がっている AI は過去の事例等を読み込んでそこから答えを導き出しているので、今まで事例のなかった出来事に対応できません。パイロットや管制官のミスを減らすために AI を使うのであれば、それは AI ではなく機械化やシステム化の方が向いています。遮断機をつける。滑走路との間に物理的な遮断機をつければ良いのではないかという意見が多いようです。滑走路周辺は安全性確保のため高い柱などを立てることができませんので、一般的な車用の信号機や電車の踏切のようなものは設置することができません。ジェットエンジンやプロペラは地面付近のものを吸い込みやすくなっています。また、非常に重い機体がその上を走ることになります。このような理由から路面や地中に稼働するものを設置するのは事故の危険性が高まるため難しいです。夜間でも見えなければいけない。滑走路に着陸する際には、特別な場合を除きパイロットが自分の目で安全を確認しながら降りなければいけません。これはルール上、昼も夜も同じです。実際には夜間は確かに見えにくくなりますが、とはいえ暗くて見えなかったから仕方ない、とはなりません。大雨の降っている夜に着陸するとワイパーを動かしていても正直かなり見えにくいのですが、それでもルール上では滑走路上の安全を確認するのはパイロットの責任です。実際の夜間の見え方については、夜間の着陸の機内モニター映像を撮影したり、フライトシミュレータで再現して検証しても実際の見え方と大きく異なるため意味はありません。人間の目の暗闇への順応はものすごく優秀で、
現代の通常のカメラではそれを上回ることは難しいです。フライトシミュレータも実際の見え方とは異なるので参考にはなりません。ランディングライトでは届かない。ランディングライトという前を明るく照らすライトがありますが、ランディングライトが照らす距離は限られています。また、斜め下方向を照らすので、滑走路上にあるものすべてを照らすものではありません。異常がないか監視しなければいけない範囲はその明かりが照らす範囲の外側も含みます。ライトが届かないから見えないというのは理由になりません。逆に、地上から滑走路に着陸してくる飛行機はかなり遠くにいてもはっきりと見つけることができます。どんな状況であれ、離陸のために滑走路に入る際は、目でそちらの方向を確認してから入らなければなりません。副操縦士と副機長。ちょっとややこしいのですが、副操縦士と副機長は別の言葉です。旅客機のパイロットの資格には機長と副操縦士があり、副操縦士は経験を積んで認められると機長へと昇格します。通常、2人で操縦する旅客機のような飛行機では機長1人と副操縦士1人で仕事をしますが、スケジュールなどの都合で機長2人で仕事をすることがあります。その場合、どちらがその運航の責任者か決めておかないと、もしもの時に2人の判断が分かれてしまう可能性があります。ですので、こういった場合にはあらかじめどちらかを責任者である機長と決め、もう1人を副機長と呼びます。副操縦士の権限。副操縦士は、機長が変な行動を起こしたりした場合、直ちに操縦桿を握り、コントロールを取り上げることができます。機長が間違ったことをやっていたけど副操縦士が言い出せなかったという状況はありえますが、これはダメな状況の典型例です。現在の航空業界では、こういった状況が起こらないように、安全対策では乗員の間でのコミュニケーションのあり方について勉強します。酸素マスクでは火災対策にならない。酸素マスクは上空で機内の気圧が下がった時のためにあります。乗客用の酸素マスクは移動させることができません。マスクをして同じ場所で煙から耐えるより、できるだけ早く機内から脱出するべきです。90秒で脱出。90秒で脱出するというのは、飛行機を設計する段階でそのような作りになっていないと製品として認められないという話で、実際の脱出の際に90秒で脱出できるという話ではありません。実際の事故では機体がどういった破損状況になっていて、どのドアを開けることができてどういうルートで移動できるかわかりませんので時間の目安は作れません。航空会社の訓練の様子とともに90秒ルールでというニュース解説などが出てきますが、90秒ルールは全く関係ありません。ハリーヤック症候群。焦ればミスが増える。誰もが知っているこの現象に名前をつけて何か意味があるのでしょうか。衝突防止システム TCAS。旅客機には衝突防止システムが搭載されています。これは上空でお互いが接近していれば警報を発してくれるシステムなのですが、地上では誤作動を防止するため機能しないようになっています。もしこれを地上でも機能させようとしたら、着陸機と滑走路横で離陸を待っている機体はかなり近くをすれ違うので、それでも誤作動しないような正確さが必要になります。これを実現するのは難しいと思います。フライトレーダー24に映らない機体。フライトレーダー24は公的なシステムではなく、もともとは個人が始めたウェブサービスで、あくまでフライト情報を楽しむためのものです。機体の動きやデータに関しては、防衛関係、警察関係、個人の機体などは伏せられていることもあります。海上保安庁は上空から海上の警備を行っているので、その動きは表示されないことがあります。空港のスケジュールでは離着陸機の確認はできない。各空港の離着陸機のスケジュールを見れば周りの機体の動きがわかるという意見がありました。航空会社の定時運航率という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは予定されていた時間から15分以内に出発した便の割合のことです。つまり、15分以内の遅れは遅れとしてカウントされないということで、旅客機の出発や到着はそもそもきっちりとした時間通りには運航されていないということがわかると思います。ですので、空港のスケジュールは衝突防止のための参考にはなりません。どこかの組織が誰かに責任をかぶせようとしている。
空港内の地上で起こった事故で映像や無線交信が残されており、さらにこれからフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの解析が始まります。これだけ痕跡が残っているのでそれをねじ曲げることはできません。存在しない闇を感じないでください。一気に解説してきましたが、できるだけ簡潔に伝えたかったので説明が足りない部分などもあると思うのだ。質問、異論、反論、他に知りたいことなどがあればコメントいただければお答えいたしますのだ。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございましたなのだ。